はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日はですね、東京オートサロンのトヨタガズーレーシングブースにありましたコンセプトモデルとなりますヤリスのミッドシップをご紹介したいと思います。今回ですね、2025年は私トヨタガズーレーシングブースで2つのトークショーの MC として出演をさせていただいたんですけれども、ちょっと撮影ができましたので、そちらの方ですね、アフレコという感じでお届けしていきたいと思います。注目のモデルだと思いますし、今年間違いなく話題をさらっていく車ですので、トヨタガズーレーシングブースの様子と合わせてご覧ください。それではどうぞ。車買ったら自宅で簡単コーティング、シラさん50。さあというわけでですね、一部で非常に大きな話題をさらいました GR ヤリス M コンセプトでございます。一見おなじみのですね、この GR マスキングがされました GR ヤリスなんですけれども、よく見ると全然様子が違うんですよね。この広い会場の中で置いてありますので、一見違いが分かりにくいんですけれども、分かりますでしょうか。前後フェンダーのあたりご注目ください。はい、そしてこちらがリアビューになります。サイドからリアにかけてですね、少しそのリアフェンダーのあたりがですね、ポコポコと盛り上がっているような姿がご覧いただけるかなというふうに思うんですけれども、これが何を表すか、さあここです。寄ってみますよ。そう、ここにですね、実はエンジンが搭載をされました。というわけでミッドシップコンセプトということになっているんです。はい、この中に搭載されましたのは G20E と呼ばれているエンジンユニット。20というのは 2.0 リッターのことです。それにターボが組み合わされました。その下にカウンターギアユニットも見えておりますけれども、インタークーラーもね、左側に見えております。このエンジンユニットももちろんそうなんですけれども、左右のサスペンションのところ、出っ張りなんかもですね、ぜひご注目いただきたいです。今の GR らしいなと思うんですけれども、コンセプトモデルとはいえかなり荒削りなエンジンルームになっています。そして左側の白い筒状のところ、これが最初冒頭に申し上げたブリスターフェンダーのところとも話が整合性取れてくるんですけれども、このリアの膨らみを出すためにですね、とあることが行われております。それがサスペンションの変更なんですね。やはり2リッターにパワーアップされていますから、それを受け止めるシャシーというのが必要になってきます。さらにですね、車高を下げなければいけないという、実は後でお話しする大人の事情がありまして、それに合わせましてかなりですね、拡幅をされています。リアはプラス80ミリぐらいかなという感じです。このために実はですね、サスペンションの方式が変更されています。みんな大好き下からアングルを取ってみましたけれども、サブフレームを起こしてますね。 GR ヤリスではマルチリンクになっておりましたが、この M コンセプトはストラトを採用しています。理由としてはやはり軽量化、軽いということと、横方向にミニマムに抑えたかったということなんですよね。で、ここ気になるのが乗り心地の部分だと思うんですけれども、今回競技用のコンセプトモデルということで、やはりですね、 W ウィッシュボーンに比べると乗り心地は犠牲にしていますということなんですが、実はですね、ストラトは構造的にですね、ストローク量を稼ぎやすいんですね。ですのでジャンプなどの時はストラトの方が W ウィッシュボーンよりもフレキシビリティが高いということなんですね。さあこうなってくると気になるのがフロントなんですけれども、フードを開けてみるとこんな感じになってます。何にもないセンターカップリング丸見えといった感じなんですけれども、こうなってくると個人的に気になったのは前後重量配分。リアヘビーになりませんかという質問をしてみましたけれども、さすがそこは GR。この GR ヤリスは4駆システムを搭載していますので、フロントデフのおかげでかなりフロントにもちゃんと重量があるんだそうです。ということで、重量配分的には公表されておりませんけれども、フロントへの荷重は成立するということで、スペアタイヤを積んだりとかをして、ここで重量のバランスを取らなくても前後の重量配分が競技に耐えうるぐらいの、ほぼ50に近いような数字を叶えているんだそうです。さあそしてここご注目いただきたいんですけれども、こういうのちょっと改造車で見たことありませんか？車高は下げたい、しかしストローク量は確保したいということで、このような手法を取りました。ボディを切って20ミリですね、この付け根を上げているんですね。それによって車高も重心高も下がっているということで、実はメーカーの車としては非常に珍しい手法なんですけれども、今回開発メンバーの中にチューニングが好きというメンバーがいたということで、競技由来のこういう方法も採用したという、非常にですね斬新な、今までの GR にはない車作り、今までのトヨタにはない車作りというのもこの中で行われているんです。
さあというわけで、この車が今年大活躍をしていくというのは想像に安いんですけれども、ミッドシップで2リッターターボっていうとあの車が浮かびませんか？これは私の憶測なんですけれども、実は2024年に佐藤社長が少しあの車のことに言及されていたのを思い出してほしいです。そう、セリカです。というわけで、いよいよセリカの開発がスタートしていくんじゃないかと私は思っています。今回この件につきましては何も言及はされませんでしたけれども、セリカ本当に出るかどうかめちゃくちゃ注目していきたいと思いますし、今の GR だったらやってくれるんじゃないかなと思います。ちなみにこの GR ヤリス M コンセプトなんですけれども、この後も大阪オートメッセにも出展されるんじゃないかというふうにも思いますので、これがもし展示されましたら皆さんぜひそういうところも含めてご覧いただけたらなというふうにも思います。さあここからはブースツアー行きたいと思います。今回東京オートサロンではたくさんのヤリスが展示されていたんですけれども、その中でも手前にありましたこちら GR ヤリスのエアロパッケージでございます。エアロ装着したりとか、またねボンネットフードに穴が開いていたりとかして、かなりですね GR ヤリスの中でもスパルタンな感じになっているエアロパッケージっていうのがあって、その横にですね M コンセプトが展示されているというレイアウトになっておりました。でこの奥にもですねすごくワクワクさせるような展示があったんですけれども、やはり GR のスタートといえばニュルブルクリンクへの挑戦ということで、今年久しぶりにニュルへのね挑戦が再開されるという発表されましたけれども、それに合わせまして、スープラであるとか、それからアルテッツァであるとか、86であるとか、そういうものがその奥には LFA もありますね、順を追って展示をされておりました。そしてですね、私にとってはすごく胸が熱くなるモデルなんですけれども、こちらですねアルテッツァ、中古のアルテッツァを使ってガズ .com というね名前、ガズレーシングの元になりましたその名前を使いまして参戦した車両も展示されておりました。そしてこのスープラは練習車としてのスープラと、そしていつも新しいニュースを提供してくれる GR なんですけれども、今回ルーキーレーシングと GR が初めて名前を一緒にしました。 GR-TGRR ということでですね、こちらも参戦する車両が発表されていて、こちらがステージの上に乗っかっておりました。こちらの詳細に関しましてはぜひねニュースリリースもたくさん出ているので見ていただきたいなと思うんですけれども、本当に話題がつきませんよね。そしてその隣にはですね森蔵ガレージということで、森蔵さんが小さい頃に憧れていた各メーカーの憧れの車が展示をされています。これらの車おそらく富士スピードウェイホテルの併設されていますです。ミュージアムでもご覧いただけると思うんですけれども、かなり状態がいいのでとても見応えがありました。というわけでこちらのカローラなんて本当にね今見ても古さを感じない、そしてちっちゃい森蔵くんが見えますね。はい、その奥にはヘリテージパーツが展示されております。これはかつての車のパーツを復刻させて販売しているという取り組みなんですが、 GR にはそういう側面もあるんです。これが供給中の全部品リストとなっていて、こちらは復刻版の部品ではなく新しく型を起こしたものとなっておりますが、非常にありがたいですよね。さあそして今回ですね、以前までは別に展示されておりましてトヨタ車体として出展をされていたランドクルーザーもトヨタガズレーシングのブースの中に組み込まれておりまして、見応えのあるエリアになっておりました。1月といえばダカールラリーというところもありますので、ダカールラリー参戦車両が見れたのはとっても嬉しいなと個人的に思ってます。そして今回このお隣に出展されておりましたのはダイハツの DGR のブースなんですね。ダイハツというのはトヨタの 100% 子会社になっていますということもありまして、DGR という意味ではコペンで GR モデルが出ていたというね過去の歴史がありますけれども、それがさらにですね今後大きくなっていくんじゃないかということを思わせるようなブース展示をされておりました。このイースなんですけれども、イーステクノロジーといって走りのためにですねスッと進み出す文化、エコなんだけれども走りが楽しいというですね、そういうテクノロジーがギュッと凝縮されているモデルでもありますので、こんなにスポーティーになっちゃったら競技も使えちゃうんじゃないの。安価に競技を始められるという意味で軽自動車がベースになるというのは非常に期待が持てるところなんじゃないかなと思います。さあそしてこれですよ、このタフト、実はですねとっても可愛いんですけれども、森蔵さんの趣味でもありますマリンスポーツのジェットをですね牽引するためのベース車両として、キャルルックのようなねとっても可愛い車が作られています。実はこの車なんですけれども、盛岡にあります GR のグローというですねショップ、これはレーシングドライバーの佐々木正宏選手がオーナーを務める会社なんですけれども、ここで作り上げたということで、このスタイル気になる方はぜひですね佐々木正宏選手のグロー、盛岡にあります GR のねガレージの方にですねお問い合わせいただけたらとも思います。